はい、皆さん、こんにちは。ジローです。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださりありがとうございます。本日もよろしくお願いします。はい、皆さん、お元気でしたか？いやー、僕はね、いつでも元気です。最近特に僕は元気なんだよね。理由は、新しいことに挑戦してるからなんですよ。このチャンネルでは僕は最近新しいことにチャレンジしてるんだよね。まず最近ね、チャンネルメンバーシップを開設しました。そして最近は、ライブ配信もたくさんやるようになったんだよね。で、ライブ配信ね、前のポッドキャストでも言ったんだけど、やっぱりリアルタイムでみんなのコメント見れるのめっちゃ幸せだわ。めっちゃ幸せだわ。もしね、みんなが YouTube を開いた時に、僕がね、ライブ配信をやってたら、ぜひ見に来てみてください。きっとね、楽しい時間が過ごせるんじゃないかなと思います。はい。すでに見に来てくれた方はありがとうございました。引き続きライブ配信をやっていくつもりだから、楽しみにしててね。でさ、ライブ配信をしてるときに、僕はね、思い出したことがあるんだよね。うん。ライブ配信中に思い出したことがあるんだよ。でさ、前回やったライブ配信で、日本のね、100円ショップのダイソーっていうお店を紹介したんだよね。で、このコップもダイソーで買った。で、このコップは100円じゃなくて300円なんだけど、ダイソーはね、最近は100円以外の値段の商品も売るようになったんですよ。うん。でね、僕の家の近くには、ダイソーないんだけど、前ね、お出かけした先にそのダイソーがあったんだよね。で、そこのダイソーで、なんと、そこのダイソーでは、現金払いにしか対応してなかったんだよ。でさ、ダイソーって、結構世界的にも知られてるお店だし、日本国内でももう本当にたくさん店舗があるから、現金決済にキャッシュレス決済にも対応してるのが普通かなって思うんだよね。で、僕がね、今まで人生で行ってきたダイソーって、ほとんどがキャッシュレス決済に対応してたんだよ。ね。でもさ、そこのダイソー、現金払いしか対応してなかったわけ。で、僕、あまり現金持ち歩かないんだよね。僕って、できるだけ財布をね、小さい状態で保ちたいの。でさ、硬貨がいっぱい財布の中に入るとさ、分厚くなっちゃうじゃん。あれが嫌なんだよね。うん。だから僕は持ち歩くとしても、紙幣が多めがいいんだけど、その時はね、だからそのダイソーに行った時は、仕方なく現金で払ったよね。うん。だからお釣りがね、たくさん出てきちゃって、たくさんの硬貨を財布の中に入れなきゃいけなくなったんだよね。で、その時僕は思ったんですよ。まだまだ日本には現金払いにしか対応してないところがあるなって。うん。もちろんね、有名なコンビニとかスーパーとかって、ほとんどがもうキャッシュレス決済に対応してます。日本だと。日本だとっていうか、僕は東京に住んでるから、東京だとって言っておこうか。でさ、だけどまだね、特に飲食店で現金払いにしか対応してないところは多いかな。うん。例えば、老舗のお店とか、個人経営のお店だと、そのキャッシュレス決済に対応しようとすると、その手数料が高くて、その手数料を払うことを嫌って、現金払いしか対応してないお店が
多いんだよね。で、これさ、一応みんなさ、日本に来た時に、みんながね、行きたいような、飲食店があったとするじゃん。みんなが行きたい飲食店をネットで見つけて、日本に来た時にもしかしたら、現金払いにしか対応してないかもしれないから、一応ね、これね、ちゃんと調べてから、日本に来た方がいいと思う。うん。日本に旅行しに来るときはね、もちろん、日本の現金を、用意して、来るかもしれないんだけど、中にはね、クレジットカードだけで全部お支払いを済ませようっていう人もいるかもしれないから、そういう人はね、ぜひ気をつけてね。うん。っていう風に、日本って、まだ現金払いにしか対応してないところ多いんだよ。で、でもね、これでも、キャッシュレス決済対応化って結構進んだ方なの。うん。もちろんね、ヨーロッパとか、中国とか、韓国とかと比べると、もちろん、キャッシュレス決済対応店の比率ってまだまだ低いと思うんだけど、これでも増えた方なんだよね。で、だけど、こんなキャッシュレス決済後進国の日本でも、結構昔からね、キャッシュレス決済って行われてたんだよ。例えばね、交通系 IC カードって知ってる？例えばね、スイカとかパスモっていう種類のカードがあって、このカードはね、鉄道とかバスとか利用するときに使えるカードなんだよ。で、この交通系 IC カード、実はね、約20年くらい前から日本では使われてる。で、これどういうのかっていうと、そのカードにあらかじめお金をチャージして使うんだよね。だから、いわゆるプリペイドカードだよね。で、このプリペイドカードを、そのカードを、例えば電車に乗るときだったら、改札機の機械にかざして通過するんだよ。で、バスだったら、そのバスに入ったときに専用の機械にタッチして使うんだよね。で、これ結構古くから使われてて、僕がね、子供の頃から使ってるっていう記憶があるね。だから日本はね、キャッシュレス決済、後進国なんだけど、結構に昔から、キャッシュレス決済のシステム自体は浸透してはいた。うん。で、このね、スイカとかパスモに代表される交通系 IC カードなんだけど、電車とかバス以外の場所でも使えるんだよ。だから、コンビニとか自販機とか、一部レストランとかでも使える。で、この交通系 IC カードは昔から使われてるっていうこともあって、結構ね、広く、いろんな人が使ってるんだよね。で、最近は物理的なカードじゃなくて、その交通系 IC カードの機能自体をスマホに内蔵して使ってる人が多い。うん。だから、カードはもう持ち歩かなくていいんだよね。うん。だから、日本に来たら、電車に乗る人多いと思うんだけど、日本人がみんな携帯をね、改札機にタッチして使ってる風景っていうのを見れると思う。で、この交通系 IC カード、さっきも言ったように、古くからあるから、たくさんの人が使ってて、もともとはね、多分日本で一番使われてる決済手段、キャッシュレスの決済手段だったんだよ。だけどね、やっぱりスマホがこうやって普及してくると、他のサービスもいろいろ出てくるよね。で、最近ね、もうたくさんの人が日本で使ってる決済手段が QR コード決済だよね。で、この QR コード決済はみんなの国でもね、使われているものだと思う。うん。で、日本も同じようなサービスがあるんだよ。で、PayPay とか楽天 Pay っていうブランドが、QR コード決済の、サービスとしては有名だね。うん。で、これね、すごくて、例えば PayPay だと、本当に田舎の僻地の屋台とかでも使えるんだよ。
だからね、このペイペイの営業部隊の努力がものすごいと思うんだけど、で、だからね、本当にペイペイ使えるところが多い。で、まあ、レストランとか屋台とか、そういう、まあ、店舗での普及率がすごい高い。うん。で、多分ね、交通系 IC カードよりもね、まあ、導入しやすい理由があると思うんだよね。うん。交通系 IC カードより QR コード決済を店舗で導入しやすい理由があると思ってて、まあ、それはね、その導入、初期費用の安さとかもあると思うんだよ。まあ、これは僕の予想なんだけど、例えばね、交通系 IC カード、まあ、スイカとかパスモとかを、まあ、店舗でね、決済手段として対応しようと思ったら、そのカードを読み取る専用の機械を設置しなきゃいけないわけ。うん。だけどさ、QR コード決済って、その QR コード、お店の QR コードさえ用意できれば、それをレジがあるところに置くだけじゃん。うん。だから、めちゃめちゃ導入しやすいと思うんだよ。っていうのもあって、で、QR コード決済はね、すごい日本でも普及してる。うん。で、さっきも話した PayPay。まあ、QR コード決済で、まあ、一番日本でシェアが高い PayPay っていうサービスなんだけど、いやー、すごい浸透したなって思ったエピソードがあるんだよ。で、僕さ、2021年ぐらいにね、1年間、ヨーロッパに留学してたんだよ。で、海外に留学してる時ってさ、日本で何が起こってるかとか、日本で何が流行してるかっていうのをさ、把握することって難しいじゃん。で、もちろんさ、まあ、ニュースとかで、あとは記事とかで、日本でどういう事件があったとか、政治がどうなってるとかっていう情報はもちろん入ってくるんだけど、人々の生活がどうなってるかって、ちょっとね、把握しづらいところがあるんだよね。うん。で、僕はね、そのヨーロッパでの留学から日本に帰ってきた時に、一番変わったなって思ったのは、ペイペイの普及、ペイペイのなんて言うんだろうな、ペイペイの普及度合い。そう、ペイペイの普及度合いが明らかに上がったなって思った。うん。でね、まあ、もちろん店舗で導入してるところは多いんだけど、一番それを感じたのは、友達と割り勘をするとき。みんなさ、割り勘って何かわかる？割り勘っていうのはね、まあ、かかった料金をみんなに平等に割って負担することなんだよ。まあ、これさ、みんなも友達とご飯に行くときとかって経験することだと思うんだけど、例えばさ、友達と合計4人でレストランに行って1万円かかった、1万円かかったとするじゃん。そしたら、まあ、1人当たりの負担を2500円にするっていうのが割り勘なんだよね。でもさ、例えば、そのレストランでお支払いをするときに、一人ずつ2500円の支払いをレジに行って、行ってたら、レジに行って一人ずつ2500円ずつ支払ってたら、時間かかっちゃうじゃん。だから、大体は、一人が代表をして、1万円を払って、その後に他の3人が2500円をその支払ってくれた人にあげるっていうのをよくやるんだよね。そう。で、それをするときって、以前はね、払ってくれた人に現金でお金を返したりだとか、あとは銀行アプリを使って振り込みをしてたんだよ。その人の銀行口座に。でもさ、ペイペイが普及してから、みんなその作業をペイペイでやるようになってたんだよ。で、留学行く前って、そんなことなかったからすごいびっくりしちゃって、うわー、時代って流れるの早えと思ったんだよね。いや、本当に思ったよ。うん。一年でこれだけ変わっちゃうんだって思って。うん。まあ、それだけね、勢いのある
QR コード決済ですね。で、僕はね、実は QR コード決済をメインとしては使わないんだよ。僕が使うときは、そうやって友達にお金を送金するときとか、そういうことが多いね。僕はね、店舗、お店とか、あとは、自動販売機とか、コンビニとか、そういうところで支払いをするときは、QR コード決済はあまり使わない。で、交通系 IC カードも店舗で僕はあまり使うことはないんだよ。じゃあさ、何の決済手段僕が普段使ってると思う？何だと思う？僕が一番使ってる決済手段。それはね、もちろん、クレジットカードですよ。みんなもクレジットカードだよね、多分一番使うのは。どうなんだろう。クレジットカードってさ、それこそ5年くらい前から、本当にスマホに内蔵することができて、タッチで支払いできるじゃん。あれ超便利だよね。で、僕はね、その自分の支払いの方法っていうのを場所によって変えるのがあまり好きじゃないんだよね。でさ、さっきまで話した交通系 IC カードとか QR コード決済って日本国内でしか対応してない場合が多いんだよね。で、僕さ、海外に行った時に、その時に慌てて別の決済手段を使うとかっていうの、あんまりやりたくなくて。だから、僕はね、海外でも普通に使えるクレジットカード決済をいつもやってますね。で、最近はさ、クレジットカードもタッチ決済できるようになったじゃん。携帯で。あれを僕はね、すごい重宝してる。で、海外、僕がね、ヨーロッパに留学してた時に、すごい便利だなって思ったのが、間違えた。そのクレジットカードのタッチ決済で、電車とか乗り降りできるんだよね。あれ便利だよね。で、日本の交通系 IC カードとそれが何が違うかっていうと、さっきも話した通り、交通系 IC カードって、一回そのカードにチャージしなきゃいけないんだよ。その作業がね、地味にめんどくさい。だけどさ、クレジットカードでタッチしてそのまま電車に乗れるとしたら、そのチャージの作業が必要なくなるってことじゃん。直接自分の銀行口座からその料金が引かれるってことだから、めっちゃ便利なんだよね。そう、だからね、僕はそれに感動しました。でね、実は、交通系 IC カードのスイカとかパスモとかがもう普及しきった日本でも、クレジットカード決済による、クレジットカードのタッチによる、えー公共交通機関の利用のサービスっていうのは少しずつ始まってる。だから多分ね、遠くない将来、クレジットカードで、電車を利用できるようになるっていうのが、普通になるかなとは思うけどね。ちょっとお水飲ませて。でもさ、僕って、クレジットカードを使うようになったのって、ここ5年なんだよね。多分、確かそんな感じだった気がする。で、それまで、僕が何を使ってたかっていうと、デビットカードです。デビットカードってさ、海外でもある？あるよね。多分あるよね。僕なんか、性格的にさ、借金するのあんま好きじゃないんだよね。人からお金を借りてる状態があまり好きじゃない。だから、デビットカードっていうものを使ってたんだよ。みんなデビットカードがどういう仕組みか知ってる？クレジットカードはさ、えー、僕が例えばその店舗でお支払いをしたら、その瞬間は僕のクレジットカード会社が代わりに料金を払ってくれるんだよね。で、僕が次の月にその借金分をクレジットカード会社に返す。
っていうのがクレジットカードだよね。で、デビットカードは即時引き落としだよね。僕が店舗で決済処理をした瞬間に僕の口座からお金が引き落とされる。だからクレジットカード会社とのお金のやり取りがないんだよね。直接支払ってるっていう感じだから。で、僕はね、借金が嫌いだったから、クレジットカードじゃなくて、デビットカードを結構長い間使ってたんだよ。でも、とある時気づいたんだよね。例えばね、20円のチョコをそのデビットカードで買ったとするじゃん。そしたら、銀行口座の履歴にその20円っていう小さい数字ですら残るわけ。そしたらさ、僕が銀行の通帳を見るときに、すごい見にくくなるんだよ。もう本当に数字がありすぎて。だから、クレジットカードで、支払って、月に1回引き落としがある方が、数字が見やすいなと思ったんだよ。だからクレジットカードを使うようになった。で、海外の事情はわからないんだけど、日本ってね、クレジットカード会社が乱立してるんだよ。クレジットカードブランドは乱立してないよ。クレジットカードブランドは、有名なところで言うと、日本でも世界でも使われてるのは、ビザとか、マスターカードとか、アメリカンエクスプレスとか、そういうブランドが有名だよね。うん。で、日本ではね、クレジットカードを発行する会社がすごい乱立していて、競争が激しいんだよ。うん。だからね、もう各社いろんなキャンペーンをやっていて、最近はね、もう本当に買い物するだけでポイントがもらえて、そのポイントを買い物するときに使えるとか、そういうことができるクレジットカード会社が多いんだよね。だから、デビットカードを使うよりも、クレジットカードでお買い物してた方が、日本ではね、お得なんだよ。そういうこともあって僕はデビットカードじゃなくて、クレジットカードを使うようになったんだよ。うん。でさ、こうやっていろいろなキャッシュレス決済の手段があるじゃん。でもこのキャッシュレス化、日本でなかなか進んでないって言ったんだけど、一気にやっぱりキャッシュレス化が進んだのって、コロナウイルスが流行した時だと思うんだよね。2020年とかそこら辺ではね、コロナウイルスが流行したのって、その時にさ、やっぱり現金の受け渡しってウイルスの感染につながるじゃん。千円札を人から人に渡すときに、そのお金にウイルスがついてるかもしれないでしょ。だから、さすがに現金が大好きな日本人でも、キャッシュレス決済をね、使うようになったんじゃないかなって思うな。で、僕はね、キャッシュレス決済するときは、基本的にはね、スマホでやるんだよ。うん。カードとかをね、財布から出すことってほとんどない。ほとんどが、携帯。で、その理由が、やっぱり、僕ってね、いつでもポケットの中に携帯を持ってるわけ。だからさ、お支払いするときに、財布をね、開いて、カードを出すとかするよりも、もうスマホをポケットから出して、そのまま支払いしたりするのが、支払いする方が楽なんだよね。うん。で、僕は支払いするときはいつもスマホでやってるんだけど、日本でも海外でも、他の端末を使って支払いする人って多いよね。日本でよく見るのはね、Apple Watch とか、スマートウォッチを使った支払いをしている人をよく見る。で、これみんな結構いろんな人が知ってると思うんだけど、日本では、一番人気の携帯が
iPhone なんだよ。だから、それが影響してるんだと思うんだけど、スマートウォッチを手首につけてる人って、ほとんどが Apple Watch なんだよね。うん。で、もちろん、Apple Watch にさっき話した交通系 IC カードのパスモとか Suica とかを内蔵することができるんだよ。うん。で、その内蔵したカードを使って、例えば電車に乗るときだったら改札を通ったりするんだよ。でもさ、僕がね、これは僕がスマートウォッチをつけない理由なんだけど、右利きの人ってさ、左の手首に時計をつけるじゃん。だからもちろんスマートウォッチも左の手首につけるわけなんだけど、日本の、電車の駅とかにある改札って、右側にその決済端末を読み取る、なんて言うんだろうな、読み取りの部分があるんだよ。だからね、左手首にスマートウォッチをつけて改札を通ろうとすると、その左手首を右側に移動させなきゃいけないんだよ。つまり、クロスする形になるんだよね。で、それってさ、すごい不便じゃん。まださ、右手首につけてて、右側にタッチするんだったら、もっとやりやすいんだけど、左手首につけてて、左側の読み取り部分に形って、めちゃめちゃ不便じゃんと思って。めっちゃ不便じゃない？そう。で、それをね、やってる人結構見るんだよ。ああ。特にサラリーマン、左手首から右に移動させて、左手首を右に移動させて、決済をするっていう人。あれ、めちゃめちゃ不便そうだなと思って。それをやるくらいだったら、右手首につけた方がいいんじゃないかって思うんだけど、うん。でもさ、やっぱり右利きだから左手首につけたいじゃん。で、そういうのを考えてたら、もう、スマートウォッチなんかいらないなと思ってさ。うん。もうそんなこと考えるくらいだったら、スマートウォッチなんて身につけなくていいんだよ。うん。で、僕のね、友達も、Apple Watch 使ってる人いっぱいいるんだけど、みんなね、あまり使ってないね、ちゃんと。うん。なんかね、僕の友達も、特に、その技術的にっていうか、生活が便利になった感じはしないって言ってたね。だって使うことといったらさ、そういうお支払いの時とか、あとは友達からメッセージが来た時の内容を読むとか、そういうのじゃん。でもさ、それってさ、スマホでやればよくないって思っちゃうんだよね。みんなはどう思う？みんなさ、Apple Watch とか持ってるの？うん。僕はね、スマートウォッチ今まで買ったことないから、もしかして、買ってみたら、便利なのかなとか思ったりすることもあるんだけど、どうなんだろうな。でさ、僕の友達は、もう、生活を豊かにするために、Apple Watch をつけてないって言ってたんだよ。完全にファッションとしてつけてるって言ってて、それだったらなんかもっといい時計とか買えばいいのになって僕は思っちゃうんだよね。でも、なんかあれだよね、Apple Watch とかってさ、そのバンドの色とか、そうだね、バンドの色とか変えれたりするから、しかも、見た目がさ、スマートだから、結構いいかなとは思うんだけど、見た目もね。でも、Apple Watch ってさ、安くても3万円くらいするでしょ。で、結構さ、3万円って僕にとって高いから、いらないかなって思っちゃうんだよな。しかもさ、あれさ、充電しなきゃいけないじゃん。でしょ？充電しなきゃいけないのちょっとめんどくさくない？で、僕ね、スマートウォッチに関しては、興味がある機能はあるんだよね、一応。で、それがどんな機能かっていうと、睡眠の様子を測定する機能。あれやってみたいんだよ。で、僕はさ、今までライブ配信とか、ポッドキャストで何回も言ってるように、ちょっとね、不眠気味なんだよね。だから、自分がね、
ちゃんと寝てる間に呼吸してるかなとか、そういうの、ちょっと今気になってるんだよ。うん。だから、Apple Watch とか、Apple Watch じゃなくてもいいんだけど、スマートウォッチを、手首につけて寝てみて、睡眠の質っていうのを計測してみたいなとは思うの。でもさ、そしたらいつ充電すればいいのっていう話になるじゃん。例えばね、スマホだったら日中使っても寝てる間に充電すればいいから、いつでもね、充電はある状態で携帯を使うことはできるんだけどさ、寝てる時も起きてる時もスマートウォッチをさ、手首につけてたら、じゃあ、いつ充電すればいいのってなるじゃん。で、これはさ、スマートウォッチを持ってる僕の友達も言ってたんだけど、やっぱりね、充電がめんどくさいらしいんだよ。で、そういうのって特に僕は苦手なんだよね。絶対充電し忘れると思う。うん。僕みたいな性格だと絶対に充電し忘れる。もう絶対に充電し忘れる。うん。だからね、僕はね、スマートウォッチはつけないようにしようかなと思ってるっていうか、だから僕はスマートウォッチを買わない。でも睡眠の質は測ってみたいな。睡眠時無呼吸症候群とかあるじゃん。寝てる時にさ、呼吸してない病気。ああいうの、例えば不眠症の人って、そういう症状がある場合もあるから、自分がさ、そういう病気かもしれないって思うと、そういう睡眠の時に自分がどういう様子なのかっていうのを知りたいなとは思うんだよね。うん。で、みんなはさ、そういう、なんだろうな、手首につけるような、ウェアラブル端末って持ってたりするの？持ってるみんなは。最近はさ、本当にいろいろなウェアラブル端末があるよね。決済で行くとさ、なんか指輪みたいなのもあるよね。ビザのクレジットカードの決済ができる指輪があって、あれはなんかね、おしゃれだなって思った。うん。でもやっぱり僕みたいな性格だと、そういう小さい指輪とかって絶対なくしちゃうからな。うん。だから僕ね、なくし物するタイプなんだよね。なくし物しちゃうから、あまりね、高級なもの買えないんだよ。高級なものをね、買ったとして、それなくしたらショックの大きさもでかいじゃん。だから、僕はね、高級なもの買えないんだよ。ああ。でもね、睡眠管理は興味あるんで、もし、良さげな、そこまで高級じゃないウェアラブル端末が出たら、買ってみたいなとは、今は思ってるね。うん。あとは何がウェアラブル端末として有名かな。あ、前 VR チャットの動画でも話したんだけど、Apple Vision やったことある。Apple が販売したさ、40万円ぐらいする、その、ゴーグルだよね。AR ゴーグル。あれ、どういうものかっていうと、例えば、目の前にモニターがなくても、そのゴーグルを使えば、目の前にモニターがあるかのように見ることができるんだよ。で、あれね、僕もね、すごいテクノロジーを感じたね。あ、技術力ってここまで来てるんだって、すごい感動したんだけど、やっぱりね、40万円っていう価格がすごい高いのと、あとはね、重いんだよね。結構な重量があって、あれをずっと使ってたら絶対に肩凝っちゃうなって思った。うん。だから今はね、初代の Apple Vision だから、まだね、いろいろな課題があると思うんだけど、もうちょっと時間が経ったらね、小型化していくとは思うんだけど、スマートフォンの代わりになるのか、パソコンの代わりになるのかと言われれば、ちょっと疑問かもね。やっぱり、
スマートフォンがちょっと便利すぎるよね。うん。あとね、ちょっと使いにくいのは、常に充電を供給しなきゃいけないから、その Apple Vision にね。だからね、常にケーブルがその端末についてる状態なんだよ。だから、遠くに歩くことができないし、そこがね、ちょっと不便そうだなって思った。ただね、これからの、技術に、期待しようか。うん、これからの技術に期待だね。うん。そうだね。もしかしたらパソコンの代替手段になるかもしれないからね。うん。で、僕がね、使ってるパソコンは、みんなね、知ってる人も多いと思うんだけど、MacBook です。Mac。うん。でも、Windows を使ってる人が多いかな。日本だと。Mac のシェアもだいぶ伸びてきてはいるけど、まだまだ Windows の割合が多いよね。で、これさ、なんでかなってちょっと考えたんだけど、僕がね、小学生の頃、もちろんパソコンの授業はあったんだよ。多分ね、日本だと小学生の頃からパソコンの授業ってあると思うんだけど、だからね、各学校にパソコン室があるんだよね。で、パソコン室にあったパソコンって、もう全部が Windows だったんだよ。うん。だから、みんなね、Windows を使うことに慣れちゃってんだよ。だから、大人になっても Windows をそのまま使ってる人が多いと思う。あとはね、MacBook 少し高級だからね。うん。僕はね、職業からあの、Mac をね、買わなきゃいけなかったんだけど、っていうか、最近の小学生とか中学生って、Windows でも Mac でもないのか。なんかね、噂に聞いたところによると、Chromebook を使ってるって聞いたんだよな。でも僕さ、現役の小学生じゃないから、しかも知り合いにね、小学生とか中学生の人いないんだよ。うん。だからわからないけど、何のパソコン使ってるんだろうね。うん。で、今でも忘れないな。僕はね、初めて自分のお金でね、MacBook を買うときは、本当にお金なかったから、もうほとんどの貯金を使い果たしたんだよね。大学生の時、僕はね、実家に住んでたんで、毎日、ご飯も親が作ってくれますし、もちろんね、家賃も支払ってなかったから、特に、お金をね、自分で、頑張って稼ぐっていう必要はなかったんだよ。だからね、あまり働かなかったんだよね。あまり大学生の時に、大学生の最初の方は稼がなかったんだよ。で、僕はね、最初に、アルバイトしたのは飲食店だったんだけど、で、大学生になったら、僕の時代は、飲食店でバイトしたりするっていう人が、結構多かったんだけど、えー僕はね、普通稼ぎたかったら、週3回とか、週4回とかバイトに行くのが普通なんだよ。うん。だけどね、僕は、週1とか週2回しかね、そのバイト先には行ってなかったんだよね。だから、お金がほとんどなかったね。うん、だって、稼いでもさ、その稼ぎが少ないから、友達と遊ぶのに使ったりしてると、全然お金が貯まらないんだよ。だからね、もう MacBook 買うときはね、本当にすべての貯金を使い果たしました。はい。で、実はね、このパソコンはその時に買ったパソコンじゃなくて、その次に買ったパソコンなんだよね。で、僕はさ、結構ケチだから、まあ、いかにパソコンを安く買うかっていうことを考えてるんだよ。うん。そう。絶対に安くパソコンが買いたい。で、このパソコンを買った時もね、普通に Mac を買う時よりは安く買ったんだよ。うん。ちょっとなんかカメラが
ずれてるから位置調整するね。そう。みんなさ、整備済み品って知ってる？まあ、国によってはこの整備済み品が売られてないかもしれないんだけど、日本だとね、整備済み品っていうアップル公式の商品があるわけ。でね、整備済み品って何かっていうと、アップルストアとか家電量販店で展示されてる Mac とか iPhone とか iPad ってあるじゃん。あれを、外装を新しくして、バッテリーを入れ替えたものが整備済み品。うん。だから、見た目は綺麗だし、バッテリー持ちも新品同様。なんだけど、中に使われている部品が、もともと展示されていたものなんだよね。で、専用のウェブページがあるんだよ。Apple 公式の。その整備済み品が売られてる Apple 公式のウェブページがあるの。で、そこに売りに出されているものを、通常の新品と比べたら安く買うことができるんだよね。で、僕も実はその整備済み品で買いました。でね、使ってみると、本当に新品同様なんだよ。全く中古っていう感じがしない。で、僕このパソコン買ったのが確か3年くらい前なんだけど、そっからね、何一つ不満なく使ってるんだよね。うん。何も不満はない。で、この整備済み品、結構ね、普通に買うより、安く買えるから、本当におすすめなんだけど、僕ね、これを買った時、結構ね、苦労したんだよ。なんでかっていうと、常に自分が欲しい商品が、その整備済み品として売られてるわけじゃないんだよね。うん。もちろん、在庫がないと売られないわけなんだよ。で、僕が欲しかったパソコンのスペックって、ちょっと特殊だったんだよね。あまり流通してないスペックだったんだよ。うん。だから、その整備済み品が売られるウェブページに、その商品が登場することってあまりなくて、僕はね、毎日、そのウェブページをブラウザで開いて、確認してたんだよ。その自分が欲しいスペックのパソコンがあるかどうか。で、ある日、ついにその商品がそのページに現れたわけ。よし、チャンスだと思って、色も確認しないで買ったね。うん。色を全く確認することなく、僕はこのパソコンを買いました。それくらいね、そのページ上にこの商品が現れるのって、本当に珍しい出来事だったんだよ。あまりないことだったんだよね。もうチャンスだったんだよ。で、やっとこのパソコンが買えたというわけですね。で、僕今の使ってるパソコンに、それほど不満はないからさ、僕新しいものを買うのってすごい好き。僕ね、ガジェット大好きなんだよ。機械とかそういうの大好きだから、新しい技術が詰め込まれてるものを買う、ものが発売されると、すごいワクワクして買いたくなっちゃうんだよ。でもさ、そういうのを買うと、家の中でスペース取るじゃん。うん。だから、めったに買うことはないね。で、僕が一番最近買った、機械っていうと、携帯だね、スマホ。で、今持っているスマホの前に使っていたスマホ、なんと5年間使ったんだよね。で、5年間使ったらさすがに古くなって、もう一瞬でバッテリーが減るようになっちゃったから、買い替えたんだけど、買い替えた時本当に感動したね。もう本当に動作がサクサクだし、最近の携帯はさ、その AI の機能とかたくさんあるじゃん。もうそれすごい感動しちゃって、こんな機能あるのかよ、みたいな。
うん。写真を撮ってさ、例えば、余分な、例えば、自分の写真を撮ったとして、周りに人が写っちゃったりするとさ、その人をさ、消したりできるじゃん。こんな機能あるのかよとかびっくりしちゃってさ。うん。そういうワクワクを味わうために、新しい商品を買うの大好きなんだけど、次買うとしたらパソコンかな。でもさ、今のパソコンに全く、なんていうの不満はないから、正直わかんないな。いつ次僕がパソコンを買い替えるかっていうのは。うん。みんなはさ、どんくらいの周期でパソコン買い替えてるの？うん。僕はこのパソコン今ね、3年くらい使ってるかな。うん。3年周期とかが普通なのかな？どうなんだろう。でね、僕はね、絶対にデスクトップ PC は買わないんですよ。うん。デスクトップ PC ってさ、ちょっとさ、でかくない？あの、パソコン本体がでかくてさ、それがさ、ほこりかぶったりするじゃん。あれがちょっと嫌で。で、しかも、ノートパソコンだとさ、持ち運べるじゃん。例えば、新幹線で移動してる時も、そのパソコンでさ、作業できるじゃん。あれ便利だから、もうずっとね、ノート PC しか使えない。でさ、昔は、デスクトップ PC とノート PC って、もう本当にスペックの差が激しかったじゃん。どちらかというと、ノートパソコンってスペックが低いじゃん。だけど最近は、こういう薄いパソコンでも、ある程度のね、スペックがあるから本当にいいよね。ね。もう本当にさ、最近のノート PC って薄いよね。このパソコンもさ、1センチもないんじゃないか？厚さ。どうなんだろう？ 1 センチはさすがにあるのかな？僕がね、初めて僕の親に買ってもらったパソコンって、ノートパソコンだったんだけど、厚さがね、5センチぐらいあったような気がするんだよな。5センチもないかな。うん。で、当時はね、最先端だったから、すごい感動したのは覚えてる。で、当時ね、僕が初めて親に買ってもらったのは Mac じゃなくて Windows だったんだけど、Windows 7だったね。Windows 7。もう今からしたらさ、もうなんだよその古い OS っていう感じなんだけど、当時はもう最新の OS だったわけ。だから僕は感動したよね。Windows 7だって思ったのを覚えてる。で、その時はね、すごいノートパソコンも分厚くて持ち運びしづらいし、しかもデスクトップのものと比べてスペックは低いしっていう感じだったんだけど、今はね、こういう薄いパソコンでも、ちょっと値段は高いけど、それなりのね、パフォーマンスは発揮できるよね。うん。懐かしいな。今考えればあれは小学生の時だったか。うん。僕はね、もう、知ってるソフトがね、マイクロソフトワードぐらいだったからね、それで遊んでましたね。どうやって遊ぶんだよって感じなんだけど、自分なりのなんか新聞みたいなのを作って遊んでたのは覚えてますね。あとは、小学校の旅のしおりっていうのをね、修学旅行をするとき作るんですけど、あれの一部、ページの一部をパソコンで作ってたっていうのを覚えてるね。うん。でみんなのさ、学校とか職場って、どんなパソコン使ってんの？うん。ぜひね、コメント欄に書いて、はい、教えてくださいませ。はい。で、僕がね、使ってる、端末、携帯と、パソコンと、もちろんね、この、ポッドキャストを撮ってる、カメラもあるんだけど、それ以外にもあるんですよ。うん。それ以外にも僕が使ってる端末ってあります。はい。それが iPad ですね。みんなも使ってるよね。どうなんだろう。iPad 便利だよね。でも、そこまでね、高頻度で使うことはないかな。うん。僕が、使うとき、iPad を使うときっていうのは、例えばさ、
YouTube で、動画を見るときに、携帯だと、なんか画面ちっちゃいなっていう時あるじゃん。で、もちろん、こうやってね、デスクで何かね、動画を見たいなっていう時は、もちろん、モニターでさ、見ればいいから、十分に大きい画面なんだけど、布団に、布団に寝っ転がって、なんかそういうコンテンツを見たい時ってあるでしょ？その時に、携帯だとなんか画面ちっちゃいなって思うことあるわけ。で、なんか画面ちっちゃいとさ、なんか目痛くなってこない？うん。僕はね、そういうこと結構気にするんだけど、だからね、僕はそういう時に iPad を使ってるね。で、iPad で動画を見たりして楽しんでるんだけど、あとはさ、たまにさ、パソコンで作業をするときに、なんか寂しいなっていう時あるじゃん。なんか面白い動画見ながら作業したいなっていう時あるでしょ？で、ああいう時は、タブレットをね、このね、横に置いて、うん。タブレットを横に置いて、そこでね、動画を流してみるっていうことをよくするね。ただ僕は、タブレットはね、あまり使わない方な気がするな。うん。そう。で、タブレットって、動画を見る以外に何が便利かなっていう考えたら、僕はね、大学生だった頃は、ノートとして使ってたことはあったね。タブレットにさ、ペンで書き込めるじゃん。で、数学系の授業とかだと、例えば図を書かなきゃいけなかったりするじゃん。で、図ってさ、パソコンのキーボードだけじゃ、あまりうまく表現できないんだよ。だから僕は、そういう時は、タブレットを開いて、ノートのアプリを開いて、そこにね、ペンで直接書いてた。あの時は結構便利だったね、確かに。うん。でも今はね、なんか勉強もしないし勉強することもなくなったからさ、まあ、ペンを使うっていうことはあまりないかな、タブレットで。うん。他にタブレットを使うときに、便利なこと何かなって言ったら、やっぱり、みんながさ、タブレットを使うときってやっぱ読書とかじゃない？電子書籍を読むときとかにさ、使ったりするんじゃない？それこそさ、漫画好きな人にとってはさ、タブレットって本当にいいよね。タブレットで。本物の漫画と同じサイズでさ、漫画が読めるわけでしょ？あれすごい便利そうだな、とは思う。ただね、僕さ、本読まないんだよ。マジで本読まない。うん。僕ね、本読むこと苦手なんですよ。もっと言うと、文字を読むことが苦手なんだよね。もう本当に人間として失格なんだけどさ、文字を読むことが苦手。だから、本を読むことも苦手。で、僕さ、情報をね、得たいなっていう時に、受動的に情報を得ることはできるんだけど、能動的に情報を得に行くのって本当に苦手なんだよ。で例えばさ、ニュースについての情報をニュースで、最近起こった、事件とかについての情報を得ようとするじゃん。その時に、そのニュース記事をね、文字で読むよりも、そのニュースの動画を見る方が僕は好きなわけ。だってさ、能動的に情報を取りに行こうとしたら、わざわざ自分の目を動かして文字を読みに行かなきゃいけないわけでしょ？あれより、その情報が自分に降ってきた方がやりやすいわけ。うん。だから僕本読まないんだよね。うん。本読まないっていうか、本読むのが苦手。だから読まないって感じかな。うん。で、僕本読むとしてもね、まあ、に、情報を得るために本を読むっていう感じ。例えばなんか最新技術とか、それに関連したことについて、知識を得るために本を読むのが僕だね。うん。だからさ、小説とか全然読まないんだよ。漫画も読まない。で、僕が通ってた小学校は、本当にね、
読書教育が盛んだったわけ。もう本をたくさん読んでくださいねっていう、そういうことを推奨してる小学校だったんだよ。で、その時は僕、本当にたくさんの本を読んだんだよね。もうたくさんの本読みました。小説読みましたよ、たくさん。ただ、その中学校に入学してからは別にそういうなんか読書教育とかもなかったからさ、もうめっきり本なんか読むことなくなっちゃったよ。うん。で、そのまま成長しちゃったっていう感じだよね。だから本読むことが苦手なんだけど、でもやっぱりネット上に書いてない情報がその本に書いてあるっていうことあるんだよね。うん。もうその時はもうやむを得ず本を読むんですよ。もう本を読むしかないんですよ、そういう時は。で、僕はそういう時に何をするかっていうと、図書館に行くんだよ。で、これさ、日本以外の国でどういうシステムなのか僕あんまりよくわかってないんだけど、日本の、ほとんどの地方自治体が、図書館をね、そこの住民に対して、無料で利用できるようにしてるわけ。だから、もちろん僕が住んでる地域でも、無料で図書館を利用することができるんだよ。だから本を読むのは、基本的に無料。だからね、そこで、本を借りて読むんだよね。で、図書館結構便利で、例えば、僕の家の一番近くにある図書館に、自分が欲しい、自分が読みたい本がなかったとするじゃん。その場合でも、ちゃんとね、問い合わせれば、別の地域の図書館とかから、その本が用意されて読むことができる。だからね、図書館めっちゃ便利。うん。なんだけどさ、僕、もちろん本も借りますよ。でも、本読むの苦手じゃん。だからね、あの多分、僕がその図書館で一番最後に借りたもの、本じゃなくて CD だと思うんだよね。そう。もう図書館の何が便利って、本だけじゃなくて、CD とか DVD も借りることできるんだよ。それがね、めっちゃ便利。でね、日本の有名なアーティストで、Spotify とか Apple Music とか、そういう有名どころのサブスクサービスに、音楽をね、提供してないアーティストってたまにいるんだよね。で、そういう人でも、CD はリリースしてるから、CD はね、世の中に出回ってるわけ。で、図書館でももちろん、そういった CD 借りるんだけど、僕はね、そういったアーティストの、本を、間違えた。そういったアーティストの CD を図書館で借りるんだよね。で、図書館で借りたら、専用のドライバーでね、その CD を読み込んで、パソコンにそのデータを移して、で、それでその音楽を携帯とかで聞くっていうことを僕はやってます。はい。だからね、本当に、Spotify とか Apple Music とかに音楽がないことってあるんだけど、図書館に行って CD を借りると、その音楽が聴けるというね。はい。ということになります。だからね、本読むの苦手なんだけど、みんなは本読むの好き？本ってやっぱりね、字を読まないといけないから、あれがちょっと脳みそが疲れちゃうよね。はい。みんなのね、家の近くにも、図書館があったら、ぜひね、日本だったらね、CD とか DVD もね、借りることができるので、ぜひ、借りてみてください。はい。端末について、いろいろ話してきたんだけど、僕さ、さっきからガジェットが好きってこと話してるでしょ？僕ガジェット好きなんですよ。だから、いつかね、自分で
PC も組み立ててみたいなとは思ってるわけ。うん。自分の手でパソコン作り上げるってなんかロマンがあるじゃん。ロマンがあるでしょ？だけどね、今まで僕 PC 作ったことないんですよ。で、やっぱり、デスクトップ PC とかって、自分でさ、パソコンを組み立てたら、自分で部品をさ、入れ替えたりもできるし、なんかいろいろカスタマイズできるじゃん。で、例えばゲーム好きな人ってそういうことやってる人いるから、それにね、すごい憧れるんだけど、ちょっとね、時間がなくてやってないんだけど、いつかやってみたいなとは思っていて。で、そういうね、ゲーム PC とか、ゲーミング PC とか、あとはね、普通のデスクトップ PC もそうなんだけど、そういうパソコンを、えーや、そういうパソコンを作りたいとき、部品をどこで買えばいいかってみんな悩むかもしれないでしょ。悩むと思うんだけど、日本だとね、日本で一番 PC パーツに特化した、場所っていうのがあるんですよ。うん。それがね、どういう場所かっていうと、日本のどこだかわかりますか皆さん。正解は秋葉原です。で、秋葉原って、アニメ文化とか、メイド喫茶文化とか、アイドル文化とか、そっちで今多分有名だと思うんだけど、もともとね、でかい電気街なんだよ。もう大きい電気街なんだよね。秋葉原っていうのは。だから、もう本当にたくさんの PC パーツ店があって、ゲーミング PC とかね、自作 PC を作りたいなって思ったら、その秋葉原にね、行くのが一番おすすめ。うん。で、もちろんさ、最近は、通販とか発達きたから、やっぱね、通販の物量にはかなわないわけ。秋葉原にそのパーツがなくても、通販にはあるっていうこと結構あるんだけど、歴史的にはね、秋葉原が、自作 PC とか、ゲーミング PC を作るとしたら、聖地なんだよね。うん。だから皆さん、ぜひ、パソコンを作りたいと思ったら、秋葉原に行ってください。で、僕もね、パソコンを作るってなったら、秋葉原に行って、どこかのお店に入って、店員さんに相談するかな。うん。ガジェット好きでね、いろいろパソコンの部品とか知ってる僕なんだけど、実際にね、組み立てたことないから、その経験がないからね、まず、最初はね、誰かに聞いてやってみようかなって思います。でさ、パソコン関係の話でいくと、僕はね、最近、ライブ配信をするようになって、すごい気にかけるようになったことがあるんだよね。パソコンに関して。で、何を気にかけてるかっていうと、それはね、えーネットの速さ。ネットの速さについて、すごい気にかけるんだよ。うん、なんでかっていうとさ、ライブ配信って、ライブ配信をやってる時って、僕がパソコンからずーっと YouTube のサーバーに対して映像を送ってるってことじゃん。だから、僕からその映像のデータが途切れると、みんなもライブ配信を見れなくなるっていうことなんだよね。そうなっちゃうと、ライブ配信として成り立たないでしょ。だからね、僕はね、最近すごいネットの回線には、ネットの回線を気にかけてるんですよ。うん。で、最近さ、ここの回線遅いなって思ったことがあって、それがね、新幹線に乗ってる時。みんな新幹線、今まで乗ったことあるかな？新幹線もね、その新幹線に Wi-Fi がついてるんだよ。でもね、前、新幹線に乗った時、その Wi-Fi がめちゃくちゃ遅かったの。あの、新幹線ってね、いろいろあるんだけど、種類が。東京から北に向かって進んでる新幹線のことを、東北新幹線って言うんだよ。で、僕はその東北新幹線に乗ったんだよ、前ね。ただ、その東北新幹線、
山岳地帯を走るから、もうトンネルの数がすごい多いわけ。で、そのトンネルの地点に入ると、もうすぐにね、電波が悪くなる。で、新幹線には Wi-Fi がついてるのに、その Wi-Fi に接続してても、インターネット速度が遅くて、僕ね、ちょっとイライラしちゃったんだよね。で、まあ僕もね、そのネットを使った作業をその時はパソコンでしようと思ってたんだけど、もう仕事にならなくて、もう諦めて、まあ携帯いじってたかな、何してたかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、だからね、その新幹線によっては Wi-Fi が全然機能してないこともあるね。で、まあどうなんだろうな、その東京からさ、大阪とか、京都とかそっちの方面に行く新幹線のことを、東海道新幹線って言うんだけど、まあそっちはもしかしたら Wi-Fi がもうちょっとマシかもしれないね。たださ、なんか昔と比べて Wi-Fi につなぐことってあまりなくなった気がしない？昔と比べるとなくなったよね、Wi-Fi につなげる場面っていうのは。最近いつ Wi-Fi つなげたかな。そうだ。ホテルに前泊まった時は Wi-Fi につなげた。そのホテルの部屋で YouTube とか見ようと思った時に Wi-Fi につなげたな。うん。だけどさ、昔と比べて Wi-Fi が接続できる場所がね、減った気がするんだよな。まあ僕がね、その中学生とか高校生の頃って、その駅ごとに Wi-Fi があったんだよ。うん。だからそこで、まあ動画を見たりとかしてたんだよね。で当時はさ、データ使用量が結構少なかったんだよ。1ヶ月あたり7ギガバイトしか使っちゃいけなかったから、だから僕はね、もう頻繁に Wi-Fi に接続して、まあ携帯を使う必要があったんだけど、まあ、最近ってさ、結構もうモバイル通信でさ、十分じゃん。もう人によっては、ね、インターネット無制限で使えるプランを契約してたりするし、わざわざ Wi-Fi につなげなきゃいけないっていう、そういう場面が明らかに昔と比べてさ、減ったよね。うん。まあ、そういう場面ってすごい減ったかなって思います。で、実際ね、日本だと、まあ、Wi-Fi の数って、まあ、減少させていくっていう方向にあるらしいんだよね。そういう公共で使える Wi-Fi っていうのは。で、比較的ね、みんな安価にインターネットを使用できるようになったんだけど、これのね、まあ、原点になったなって思う出来事が、今の総理大臣の、日本の総理大臣の二人前の総理大臣。この人はね、その安倍総理大臣の次に総理大臣になった人なんだけど、菅総理っていう人がいたんだよ。で、その人が、インターネットの使用量、まあ、携帯の、通信使用量の値段を下げようっていう政策をやったわけ。それでなんか一気に、まあ、平均的な、まあ、市場のインターネット使用量の価格っていうのはね、下がったっていうイメージなんだよね、僕の中で。うん。で、まあ、今はね、本当にいろんな会社がそのインターネット産、産業っていうのかな、まあ、その市場に参加するようになってきて、本当に安い選択肢がいっぱいある。だからね、まあ、日本人だったら本当に一人一人使ってる会社っていうのがね、違うと思うんだよね。うん。そう。だから最近はそういう格安シムとかが増えてきて、選択肢がいっぱいあるんだけど、まあみんなはさ、どういうシムカード使ってんの？僕ね、えー、海外に行くときって、空港に着いたらさ、空港にさ、シムカード売ってるところあるじゃん。あそこに行って、シムカードを買うっていうのが、僕の海外旅行のルーティンなんだけど、みんなはさ、旅行してるとき、どこでさ、シムカード買うの？あのさ、今ってさ、eSIM とかがあるじゃん。eSIM って、その SIM カードを挿さなくても使える SIM ね。ああいうのがあるから、もしかしたら、空港で
そういう SIM カードを、物理的な SIM カードをわざわざ買う必要ってもうないのかな。どうなんだろう。ちょっとね、そこら辺ちょっと詳しくないんだけど。でもね、僕ね、さっきさ、僕が1年間ヨーロッパに留学してたっていう話したじゃん。そのヨーロッパに留学してた頃の SIM カードが捨てれないんだよね。うん。もちろん、思い出だから捨てられないっていうのもあるんだよ。せっかくその1年間共に過ごしてきた SIM カードだから、その思い出として、捨てることはできないなっていう思いもあるんだけど、その留学中に登録したサービスが結構あるんだよ。で、サービスってさ、自分が携帯を使って登録するときに、電話番号を登録することって多いじゃん。だから僕は、その留学先で使ってた電話番号で登録しちゃってるサービスが多いから、なかなかね、その SIM カードを使えないんだよ。例えば、そのアカウントにログインしようと思ったら、その SIM カードを携帯に挿さなきゃいけなかったりするわけ。うん。そういうのがさ、そういうのをやんなきゃいけないから、SIM カードね、捨てれないんだよ。で、なんかサービスによっては、本当にその電話番号の切り替えがめんどくさいサービスも多くて、例えばね、お問い合わせサポートデスクに問い合わせてくださいっていうサービスもあるわけ。僕がそのアカウントの電話番号を別のものに変えたいときに、サポートデスクに問い合わせないとできないっていうサービスもあるわけ。それってさ、めちゃめちゃめんどくさいじゃん。そう。超めんどくさいから、まだやってないんだけど、いつかね、そういうことやらなきゃいけないと思うから、その留学中にね、使ってた SIM カードってなかなか捨てられないんだよな。ああ。そういうのもあって僕はね、SIM カード、留学中に使ってた SIM カードはまだ捨てられてない。だからね、その SIM カードも eSIM とかに、切り替えられたらいいんだけどな。うん。今までさ、こうやって、インターネットのこととか、パソコンのこととか、話してきたんだけど、これだけね、パソコンとかスマホとか、普及した世の中でも、日本の大企業って、まだファックスとかを使っているところがあるわけ。うん。ファックスと、ハンコこれをね、使っている大企業がまだ多いんだよ。だからね、日本はデジタルの国じゃなくて、アナログの国だって言われるんだけど、そう。本当にね、まだファックス使っている企業ってあるんですよ。で、誰も変えようとしないっていうね。で、日本はデジタル後進国だっていうことをすごい言われるんだけど、でもね、最近その状況も少しずつ変わってきたんだよね。今、新しいカードっていうのが日本人に配られ始めていて、それがね、マイナンバーカードっていうカード。これは、えー、自治体が一人一人の日本人に配るんだけど、日本の国民一人一人に番号が振られるわけ。だから、国がね、国民をすごい管理しやすくなったんだよ。で、これってさ、ヨーロッパとか、普通の先進国だったらもう、とっくの塔にやってることだと思うんだけど、日本ではね、最近になってようやく普及してきた。うん。で、例えばね、日本で新しい会社に就職するときとかって、日本に住んでいる住民ですよっていうことを証明するために、住民票っていうのをね、発行しなきゃいけなかったりするわけ。で、これ、もともとは、その地域にある区役所とか、市役所とか、そういうお役所に行って、その資料を印刷しなきゃいけなかったんだよ。その、それがね、結構めんどくさかった。だけど今はね、そのマイナンバーカード。
ていうのがね、発行されるようになったから、結構便利になって、そのマイナンバーカードにね、チップが入ってるから、そのチップをコンビニにある印刷機にかざすと、コンビニでそういった、行政の書類を印刷できるようになったわけ。これ結構ね、日本がね、アナログからデジタルに変わってる証拠でもあると言えるんだけど、でね、そのマイナンバーカードを自分の携帯に入れることもできるの。厳密に言うと、すべての機能は利用できないんだけど、一部機能をマイナンバーカードがなくても、携帯でできるようになったんだよ。だから、そのコンビニで、携帯をね、その印刷機にかざせば、そういった行政の書類が印刷できるんだよ。うん。で、こういう、もともと日本はデジタル後進国なんだけど、一歩ずつ一歩ずつ、デジタル先進国になれるように、努力は今ね、頑張ってしている最中なんだよね。うん。で、今まで、マイナンバーカードができる前って、日本人がね、自分の身分を証明するっていう、そういう場面に出くわしたら、えー運転免許証を出すことが結構一般的だったんだよね。で、運転免許証ってさ、運転免許を取得してる人じゃないと持ってないじゃん。でしょ？だから、今はね、マイナンバーカードがあるから、運転免許を持ってなくても、自分の身分の証明っていうのはできるんだけど、もともとね、保険証、運転免許証っていう2つのカードがあって、それにマイナンバーカードが増えたから、3つのカードを持ち歩かなきゃいけないってなるところなんだけど、そのマイナンバーカードに運転免許の情報も、そして保険証の情報も入れられるようになったんだよ。これって結構大きな出来事で、日本人にとっては。すごいね、便利になったんですよ。うん。そう、だからね、今、日本はね、頑張ってる最中。うん、デジタル先進国になろうと頑張ってる最中で。でね、やっぱり、ヨーロッパとか中国とか韓国とかと比べると、まだまだね、アナログな部分は多いと思うんだよ。僕もね、ヨーロッパに留学してた時は、わあ、これってもうこんな進んでるんだとか思ったことあるんだけど、僕がね、その留学中に忘れられなかったのは、その韓国人の友達が言ってたことだね。韓国ってもう本当に何もかも行政サービス系とか、そういう手続き系って、世界レベルで早いんだって。スピード感があるんだって。だからね、その留学先で、あるじゃん。例えばさ、外国人が、えー、まあ、そのその国に入って留学するってなった時ってさ、居住権を得たりとか、ビザをもらったりとか、いろいろ手続きしなきゃいけないことってあると思うんだけど、そういう系の手続き、韓国人の僕の友達にとっては、結構全てが遅かったらしくてうん、韓国だったらもっと早いのにって言ってね、なんか若干イラついてたことは覚えてるんだけど、それだけね、韓国とかって、そういう行政サービス系のデジタルの面での、すごい進んでる部分が多いと思うんだけど、日本はね、そこまで進んではいないかなっていうのが、日本国内にいる、日本人の僕としての感想ですかね。ただね、これから、いろいろ便利になってほしいなとは思うけどね、個人的に一番やってほしいのは、その運転免許証を、スマホで完結できるようにしたい。これさ、日本以外でもそうだと思うんだけど、運転するときって、常に運転免許証を持ち歩かないといけないじゃん。なんかさ、あれめんどくさくない？なんかあれ結構めんどくさいなって個人的に思ってて。でもさ、携帯って、常に自分のポケットの中にあるから、例えばさ、携帯でその運転免許証が見せられたらすごい便利だなって思う。
例えばたまに日本でも検問ってあるんですよ。警察の人が、警察官が、道に立ってて、ちょっと止まってくださいって言われて、車を止めて、で、運転免許証を見せてくださいって言われることたまにあるんだけど、あの時に、わざわざ財布を出して、えー財布から運転免許証取ってとか、そうやるのめんどくさいし、運転免許証ってさ、なくすなっていう時あるから、なくしちゃいそうじゃん、ああいうカードって。で、携帯ってなくす確率低いし、なくしても位置情報をさ、トラッキングできるじゃん。だから、僕はね、携帯で運転免許証が、完結する未来があったらすごいいいのになって思ってるんだよね。でも、そこまで進んでる国ってあるのかな。どうなんだろう。僕はね、なんかそれを日本でやってほしいなって思うんだよね。そしたら、もっと便利だなって思うんだけど、どうなんだろう。みんなの国でさ、そうやってスマホだけで身分証明が完結する国とかってあるの？それがあったら、それだったらさ、すごい羨ましいなって思う。うん。日本にいると、日本ってね、結構ロボット先進国だから、工場とかで使われてるロボットのレベルとかって本当に、高いんだけど、結構ね、法律が厳しいから、あまりなんか、進んだ取り組みっていうのができないんだよね。だから、アメリカとかさ、アメリカとかで、宅配便の配達をドローンでやったりするのはあるじゃん。ああいうのを見ると、すごいワクワクする。うわー、こういうなんか未来的な光景見てみたいなってすごい思うんだけど、そういうのってね、あまり日本ではなくて、もちろんさ、無人タクシーとかも走ってないしね、日本だと。中国とかアメリカだと無人タクシーってあるでしょ？あれ、なんか乗ってみたいなとか、すごい思うんだよね。そういうのなくて、最近唯一はなんかすごい先進的だなって思ったのが、無人宅配ロボみたいなのが走ってたね、最近街で。東京の、一部の地域だけかもしれないんだけど、あの時はね、ちょっとびっくりしたね。あの、大きさで言ったら高さ60センチぐらいかな。そこまで大きくない車輪がついたロボットだったんだけど、あの、その中にね、荷物が入ってて、宅配してるんだよね。うん。荷物を、どこかのお宅に届けてる途中だったんだよ。で、僕、そういう光景あまり日本で見ることないから、うわ、すごいって思ったのを覚えてるんだけど、そのロボットはちゃんとね、目の前に、目の前って、そそのロボットの前に人が来たら、それを感知して、ちゃんと止まるようになってたんだよね。多分、センサーが反応してると思うんだけど、うん。で、僕がね、そのロボットの前にいた時もちゃんと止まってたし、なんかね、ちっちゃくて可愛かったね。うん。で、周りにね、操作している人とかは全くいなかったんだけど、自立して走って、どこかのお宅に、え荷物をね、届けてたね。ああいうのを見ると、すごいなんか先進的だなって思うけどね。それ以外は、なんか、あまりないかな。なんか、うん、未来的だなとか、この技術すごい進んでるなって、なんか日本国内にいて思うことが最近ないんだよな。だからさっき言ったみたいに、その無人タクシーとかをね、見てみたいし乗ってみたい。なんか、そろそろなんか実証実験で、アメリカで実際に運行されているウェイモのサービスが東京でもね、あの実際に使えるようになるらしいね。ただ、それはね、なんか無人じゃないらしい。なんかドライバーがいつでもハンドルを握れるような状態で乗ってるらしくて、
だからね、その車に乗ったとしても、その車の中にいるのは自分だけじゃないんだよね。そう、人がいる、その運転手がいるんだけど、まあ、もしも何かがあった時のために、その運転手は乗ってると思うんだけどね。うん。まあ、ただどうなんだろう。東京の道ってさ、めちゃめちゃ狭いし、車の交通量も相当多いわけ。で、僕が予想するに結構、世界でもね、難しい、運転するのが難しい地域だと思うんだよ。で、ああいった難しい道路を、AI の力でちゃんと運転できるようになるのが、いつになるのかなっていうのすごい気になるな。うん。あ、でも、今さ、東京の道路が本当に運転しづらいって僕言ったんだけど、いや、東南アジアの方が難しいな。うん。確かに。あの僕今まで行ったことある東南アジアが、タイのバンコクとインドネシアのジャカルタなんですけど、あの二つの地域はね、ちょっとね、運転が難しそうだった。うん。っていうかさ、タイとインドネシアの人、運転めちゃくちゃうまいね。なんかね、日本だったら絶対ぶつかっちゃうだろうなっていう運転の仕方をして、全くぶつからないんだよ。うん。日本だと、まずあまり見ることがないくらい、隣の車に接近したりするわけ。うん。しかもね、結構なスピード出してるんだよ、その時。で、あの時に、うわぁ、東南アジアのインドネシアと、特に、僕が行ったのは、インドネシアとタイだから、うわ、インドネシア人の方々とタイの方々、本当に運転うまいなって思ったんだよ。と同時にさ、今考えてみると、いや、こんなに難しい運転、AI にできるのかなっていうね。うん、それは思うけどね。うん。ひょっとしたらね、AI はもう、向こう100年はずっと人間の代替にはならないかもしれないしね。実際さ、僕が子供の頃からだよね、自動運転がこれからの未来は普及するとか言われてたのって。だけどさ、意外と世界って時代が進むの遅くない？そう思わない？もう自動運転が一般的になる前に、もう僕はこうやって大人になってしまったし、なんて言うんだろうな。昔はね、僕はその運転免許なんか取らなくていい未来が来るってずっと信じてたんだけど、なんかさ、未だにそんな未来来なそうじゃん。意外とさ、その時代来なそうじゃないって僕結構最近思うことが多くて。うん、だから運転免許取っててよかったなとは思うんだけど、完全に無人になるのっていつなんだろうね。もう、一人も運転免許を持ってなくて、えーで、く、えーと、外で走ってる車っていうのは、すべてが無人運転。で、AI が運転してるっていう、そういう状況になるのって、いつなんだろうね。もしかしたらさ、もう僕が生きてる間は無理なのかなって思ったりするよね。うん。なんかね、僕が最近、ハッとした出来事があってさ、まあ、僕おじいちゃんがいるんですけど、そのおじいちゃんがね、例えば、ニュースで、この鉄道は2045年に出来上がります。とかって言ってたとするじゃん。で、そういうニュースを見たときに、俺ってこの時生きてるのかな？この未来に俺は生きてるのかなって、そのおじいちゃんが思うらしいんだよね。もちろん僕としてはさ、いつまででもそのおじいちゃんに生きてほしいんだけど、そのおじいちゃんより僕ってさ、若いじゃん。
だから、例えば、そういうニュースを見たときに、自分がその時生きてるのかとかって、あまり考えたことなかったんだよ。自分が未来に生きてることって当たり前だなって思うことが多かったんだけど、そのね、おじいちゃんの発言を聞いたときは、ハッとしたね。自分にない思考を持ってるなって思ったし、やっぱり自分の人生は有限なんだって思いながら、一日一日大切に生きていこうって思ったね。真面目な内容になったね、また。やっぱりね、真面目になっちゃうんだよ、このポッドキャスト。前のポッドキャストで話したんだけど、やっぱりね、真面目なことを話すのが好きなんだと思うな、僕は。ライブ配信でね、かなりふざけたことを話してるから、こういうポッドキャストでは、真面目に話してもいいかなとは思うんだけど、皆さんがね、飽きないような、そんなポッドキャストをね、引き続き、収録できるように頑張っていきますので、皆さんぜひ期待しててください。はい。それではね、ポッドキャストはこれで、今回のポッドキャストはこれで終わりにしようと思います。皆さん、聞いてくれてありがとうございました。ぜひ次回のポッドキャストを楽しみにしていてください。それでは、これで終わります。バイバーイ。